今回はアンカーのポータブル電源パワーハウス2 400の使い方を紹介します。実際にキャンプで使用して満足感を得ることができる場面がいくつもありました。私が良かったと思える場面を最初に共有したいと思います。動画の後半、購入まで半年以上悩んだ理由を説明していきます。ポータブル電源はいろいろな種類、機能があり、私たち家族が本当に求めることを整理するのに時間がかかりました。同じように悩む方はいると思うので、私がパワーハウス2の購入に至った経緯、参考にした YouTube 動画を含めて共有したいと思います。まず一番重宝したのがこの LED ライトです。でも意外にいい色だな。キャンプ場で点灯してみて、想定以上にキャンプ空間に合った色温度、落ち着いたライトだと思いました。焚き火台の近くに移動させて使ってみました。このぐらいの明るさいいかもしれないですね。なんか使いやすい。明るすぎる。私の友人も言っていましたが、夜に焚き火台で調理をするとき、キャンプ場の雰囲気を壊さないちょうど良い明るさの LED ライトです。焚き火台の火の雰囲気を壊さずに、そっと周りを明るくしてくれています。今後、夜のキャンプ場での動画撮影に重宝しそうだと思っています。びっくりしたのがバッテリー残量です。2時間使用した後の残量を確認すると、まだ 100% でした。これが LED ライトを使用している時の焚き火台、キャンプ場の雰囲気です。明るくしたんだけど結構明るいですね。これでこれぐらいですね。そうですね。でも十分ですね。大きくないのでいろいろな場所に置けるのもこのパワーハウス2 400の利点だと思います。2つ目に良かった点は寒さ対策です。就寝時2個の暖房器具と USB を使った携帯電話の充電を行いました。1個目の暖房器具は私用の電気足温器です。私はもともと車載用のインバーター機器を持っていました。このインバーター機器によって私はパワーハウス2を8入力ではなく9入力として使用することができました。このインバーター機器をパワーハウス2のシガーソケット出力に差し込みます。これによりパワーハウス2の1系統の AC 出力だけでなく、シガーソケットを利用して2系統の AC 出力を使えるようにしました。パワーハウス2のシガーソケット出力の最大容量は 120W です。パワーハウス2の AC 出力にはお一人様用こたつの電気足温器を使いました。これは妻が寝袋として使用しました。
就寝時は電気足音機2個を私と妻が使って寝ました。春キャンプの4月初頭だったので、夜は5度と肌寒かったです。しかしパワーハウス2によって暖房器具2つを使うことができ、そのおかげでゆっくりと休むことができました。夜の11時から朝6時までの7時間で 90% から 10% になりました。就寝中暑くなったので暖房器具の温度は一番低くしました。3点目に良かった点はドライブレコーダーのデータ転送に使用したことです。春の道は桜が綺麗で、ドライブレコーダーを保存しすぎてキャンプ場に着いた時には容量がいっぱいで録画できない状況になってしまいました。そこで急遽パワーハウス2を使ってドライブレコーダーに保存してあるデータをスマートフォンに転送する作業を行うことにしました。ドライブレコーダーはエンジンを止めると止まってしまいます。車のエンジンを切らずにキャンプ場にいることはちょっと躊躇したので、今回このパワーハウス2を使ってデータ転送を行おうと思いました。次にこのパワーハウス400を購入するに至った経緯を説明したいと思います。最初にポータブル電源を欲しいなと思ったきっかけはこのてるさん TV の動画でした。車中泊でポータブル電源を使っていて、私のライフスタイルに合っていると思い、最初購入したいなと思いました。このパワーハウス400を購入するまでに約半年かかりました。YouTube を見るといろいろなメーカーのポータブル電源があることが分かりました。アンカーやジャックリー、また最大に悩んだところが定格出力をどれにするかということです。このパワーハウス400の最大出力は 516W です。もしドライヤーを使用したい場合は 1260W 以上の製品や 1800W の製品を購入しなければならないと考えました。しかしそのような低格出力のポータブル電源はサイズが大きく、一番のネックは値段が10万円以上することです。そのため私の家族の使用するシチュエーションを考え、コストパフォーマンスが一番いい製品を選ぶことにしました。いろいろ悩んだ結果、最後にパワーハウス400を購入するきっかけを与えてくれたのがバン・ウィーケンドさんの動画でした。バン・ウィーケンドさんの動画は私が考える相対比較の順位と全く同じ結果だったのです。バン・ウィーケンドさんはエンジニア出身の方です。この動画は災害時に役立つポータブル電源を技術者視点で解説した動画になっていました。私もエンジニアなので、論理的に製品の相対比較をした結果と私が考えた結果が全く同じ結果だったので、パワーハウス400を購入する決め手となりました。最後にパワーハウス400の概要を説明したいと思います。パワーハウス2には3つのボタンがあります。
真ん中のボタンを押すと USB-A や USB-C が使えます。一番左のボタンはシュガーソケットや TC 出力になります。一番右のボタンは AC 出力です。裏にはキャンプで使用した LED ライトがあります。側面にはもう一つ白色光の LED ライトがついています。実際にパワーハウス400を充電してみました。最初に購入した時点で 26% 容量が溜まっています。ディスプレイには DC 入力 58W、100% まで 4.4 時間かかるっていう風に表示されています。実際に表示通りの結果になるかタイマーで測ってみました。その結果、ほぼ表示通りの結果になりました。今回パワーハウス400を購入してとても良かったと思っています。今後使用する中でもっと大きな容量が欲しくなることもあると思います。その時は別途購入を検討しようと思います。私は愛車のフォレスターの紹介動画やフォレスターに搭載しているタイヤトーンの音質紹介動画、在宅勤務環境の動画やガジェット動画、またキャンプや旅行の動画を作っています。気に入ってくれたらチャンネル登録をよろしくお願いします。